先ほど東電が負担するっていうお言葉ありましたけれども、でも実際はこの電気代に乗せて国民から徴収してませんか。その名も託送料金相当額、内訳は2つあります。賠償負担金相当額と廃炉円滑化負担金相当額、これ国民に払わせてますよね。皆さんこんにちは。今回は令和新選組の奥田文雄議員が原発事故の件で質疑を行いました。原発事故の負担金は国民が払わされていました。実際に毎月の電気料金にプラスされています。本来東京電力が払わなければならないものを、なぜ私たちが払わなければいけないのでしょうか。ぜひ動画をご覧ください。ではこれから質疑をさせていただきますが、今日春休みで多くの子どもたちが傍聴に来ております。ぜひ子どもたちにでも分かりやすい答弁をお願いいたします。まずですね、原子力防災担当大臣にお伺いいたします。2011年3月11日に発令された福島第一原発の緊急事態宣言、解除されましたか。石原国務大臣。東京電力福島第一原子力発電所事故に関わる原子力緊急事態宣言は解除されておりません。奥田文雄君。福島第一原発の緊急事態宣言が解除されていないのに、すでに15カ所の原発を再稼働させましたね。大飯原発、高浜原発、美浜原発、玄海原発、仙台原発、伊方原発、女川原発、島根原発、そして柏崎刈羽原発です。お尋ねします。この再稼働した原発1基を動かすのに年間いくらかかってますか。資源エネルギー庁久米電力ガス事業部長。お答え申し上げます。今、ご質問いただきました15基の再稼働にかかる1基当たりの平均費用については、政府としては把握してございませんけれども、規制庁の新規制基準に対応するための追加的な安全対策費についてのご質問というふうに理解して、回答させていきたいと思います。この原子力発電の追加的安全対策費につきましては、資源エネルギー庁の審議会において、原子力発電を含む各種電源を新しく新設、運転するコストについて、国際機関や他国でも一般的に用いる手法によって試算をしてございます。この中で、再稼働済みの炉、あるいは再稼働に向けて、原子力規制委員会の新規制基準適合性審査を申請している炉の合計27基の実績も踏まえまして、平均値として2662億円というふうにお示ししてございます。奥田文雄君。ありがとうございます。以前、原発事故が起こる前ですね、原発は安いと政府がしきりに言っていました。でもそれは燃料費の安さと運転コストの安さのみでした。福島の東電過酷事故が起こって分かったことは、過酷事故が起きた時の事故対応や廃炉費用、そして政策コストといわれる研究開発費や、さらには地元自治体への交付金などを含めますとね、もうこれ、桁違いの金額になるんじゃないでしょうか。しかも、過酷事故が起きてしまったこの福島第一原発は、溶け落ちてしまった核燃料、どう取り出すのかもわからない。そして、それをどう保管して、どう処理するのかも、世界中の科学者が誰一人いまだにわからないという状況の中で、全く取り出せないまま15年経ちました。この15年でかかった福島第一原発の廃炉のための費用、そして燃料デブリの取り出し、そして除染土、汚染土の除去、汚染水対策など、すべての費用に関しまして、どれぐらいかかるかを教えてください。久米事業部長。お答え申し上げます。まず実績額について申し上げますと、本年1月に認定いたしました第5次総合特別事業計画におきまして、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉費用、約 2.1 兆円、賠償除染等費用は約 11.6 兆円であるというふうに示されてございます。今後のお見通しでございますけれども、賠償、除染、中間貯蔵に関する費用の見通しについて、
令和5年12月の原子力災害対策本部決定におきまして、一定の蓋然性を有する試算として、約15.4兆円というふうにお示ししております。その内訳は、賠償約9.2兆円、除染約4兆円、中間貯蔵約2.2兆円となってございます。廃炉に必要な費用の見通しについては、原子力損害賠償廃炉投資機構による有識者へのヒアリング等に基づいて、一定の蓋然性を持った金額として、約8兆円とお示ししてございます。奥田文雄君。もう今聞いてるだけでも気が遠くなるような金額かかってますね。しかし、まだ、この廃炉作業は続くんです。いつまで続くか、いつ終わるかも分かりません。とてつもないこの金額がこれからもかかっていくわけです。そこまでしてでもですね、これ再稼働するなら、まず国民に、ひとたび事故が起きたら、このような多大なリスクがあるんだよ、特に莫大にかかってくるこのお金の問題ですね、そしてあと、放射能汚染による人の命や環境汚染の問題、そのようなとんでもないデメリットだらけ、これを伝えていただいて、国民の皆様の理解が得られるかどうか、ここを政府は説明し続けていかなければいけないんじゃないでしょうか。一方で、過酷事故が起きたこの福島原発以外でですね、廃炉が決定しているのは、今、何基あるのかを教えてください。大島原子力規制部長。お答え申し上げます。現在、原子炉等規制法に基づきまして、廃止措置計画の認可を受けている実用発電用原子炉は18基でございます。奥田文雄君。ありがとうございます。これらの原発を完全に廃炉するのに、一体何年かかって、そしていくらかかると試算されていらっしゃいますでしょうか。細かい金額、教えてください。久米事業部長。お答え申し上げます。原子力発電所の廃炉につきましては、燃料の搬出や汚染状況調査等の解体準備、周辺整備の解体、周辺設備の解体、原子炉等の解体、建屋等の解体の4段階がありまして、約30年から40年をかけて廃炉を完了することとなります。現在、廃炉を決定している18基につきまして、各社の廃止措置計画に基づきますと、最後に廃炉完了となる原発は、東京電力福島第二原子力発電所1号機から4号機で2064年度となる見込みであります。費用につきましては、使用済み燃料再処理廃炉推進機構ニューロにおきまして、稼働中の原発も含む51基を対象に、我が国全体の総廃炉費用を約3兆円と見込んでおります。機械的に計算いたしますと、1基当たりの廃炉費用は約600億円、18基で約1兆円が見込まれることとなります。奥田文雄君。ありがとうございます。1基当たり、約600億円ということでしたけれども、IAEA、国際原子力機関の2023年の報告書ではですね、1基当たりの廃炉コストは最大20億ドル、今のレートでいうと3000億円を超えると発表されています。これ、なぜこんなに金額がずれてるんでしょうかね。そして完全廃炉、福1の1、2が2064年とおっしゃってましたっけ。ごめんなさい。2064年でいいですね。はい。おっしゃってますけど、そんなことありますか。浜岡原発だって、完了見通しを何度も何度も先延ばしされていませんか。使用済みの核燃料を取り出して、その最終処分場、どこも決まったところはまだないと思うんですけれども、仮に決まったとしてですよ、そこで何万年も、あるいは何十万年も管理し続けなきゃいけないんじゃないんですか。この問題っていうのはですね、もう何世代にもわたって負の遺産を渡し続けなきゃいけないっていう、本当に途方も暮れる現実なんです。皆さんが、政府の皆さんがおっしゃっているこの廃炉費用や、この廃炉見込みっていうのは、もうただの詭弁でしかないということを言わざるを得ないんです。本当に気の遠くなるような廃炉のしようのない、解決のしようのない、もう人が作ってはいけなかった機械、それが原発なのではないでしょうか。
この莫大な廃炉費用は、一体誰が出してるんでしょうということをちょっと伺いたいんですね。今すでにかかっている、その莫大な、お金と、その他の廃炉費用、誰が出してるんでしょう。まず、この福島第一原発だけでお答えいただけないでしょうか。久米事業部長。お答え申し上げます。まず、福島第一原子力発電所の廃炉を含みます事故費用について、誰が負担していくかということでございます。賠償、除染、中間貯蔵に関する費用の見通しにつきましては、令和5年12月の原子力災害対策本部決定におきまして、一定の蓋然性を有する試算として、約15.4兆円とお示ししておるところでありますけれども、このうち賠償費用の 9.2 兆円につきましては、原子力損害賠償廃炉等支援機構法の下で、すべての原子力事業者が納付する一般負担金、および東京電力が負担する特別負担金により回収いたします。除染費用の4兆円につきましては、原子力損害賠償廃炉等支援機構が保有する東京電力株式の株式の売却益によって回収をいたします。中間貯蔵費用の 2.2 兆円につきましては、国の予算措置によってその費用を支弁することといたしております。廃炉に必要な費用、先ほど一定の蓋然性を持った金額として8兆円というふうに申し上げましたけれども、その負担にあたっては、東京電力がグループの総力を挙げた経営合理化によって必要な資金を捻出していくということになっておりまして、廃炉のための資金を原子力損害賠償廃炉等支援機構に積み立てることを義務付けております。奥田文雄君。先ほど東電が負担するというお言葉ありましたけれども、でも実際はこの電気代に乗せて国民から徴収してませんか。その名も託送料金相当額、内訳は2つあります。賠償負担金相当額と廃炉円滑化、負担金相当額、これ国民に払わせてますよね。賠償負担金相当額と廃炉円滑化負担金相当額が電気料金の明細書に記載されているので、ぜひ一度見てみてください。さらには、国民には復興特別所得税も払わされていますね。これ払ってます、国民が。これは廃炉費用には使わないという、立て付けですけれども、そもそもこの過酷事故が起こらなければ、国民は負担しなくてもいい税金なのではなかったのでしょうか。しかもなぜ、政府が推進した原発による事故なのに、国民が負担しなければならないんですか。結局、東電も国も国民に、東電過酷事故のいつ終わるかもわからない、この後始末の料金を、たくさん負担させているということに、なっています。どれだけ国民から巻き上げてるんですか。異常の極みとしか言いようがありません。人間が人間の想像をはるかに超えた未曾有の過酷事故が福島で起きてしまって、原発事件と絡んでいない正常の感覚を持った国民たちは、そんな危険極まりない原発をすべて廃炉にしてほしいって願ってるんです。最終処理処分場の受け入れ先も決まらないのに、過酷事故の反省もなしに再稼働しまくる。狂っているとしか思えないんです。やりたい放題じゃないんですか。それとも私の考えの方が狂ってるんでしょうか。規制委員会の委員長に伺います。再稼働を認めた15基の原発は本当に安全なんでしょうか。政府はこの30年以内に南海トラフ地震や首都圏直下型地震が高い確率で起こると予想されてますよね。今日ここに傍聴に来ている子どもたちに向けて、もしそのような大地震が起きても、もし福島よりもひどい事故が起きても、子どもたちは安全だという根拠を説明してください。原子力規制委員会、山中委員長。お答えいたします。東京電力福島第一原子力発電所の事故の反省を踏まえまして、策定をいたしました新規制基準では、さまざまな重大事故等対策を要求しております。重大事故の発生防止はもとより、万が一重大事故が発生した場合でも、格納容器の破損を防止し、放射性物質が敷地外に異常な水準で放出されることを防止するための必要な措置が講じられている設計であることを確認しております。このため、新規制基準への適合性が確認された原子力発電所につきましては、福島第一原子力発電所の事故のような
放射性物質の大量放出を招く恐れが極めて低く抑えられていると考えられています。一方、いかに安全性が向上したといたしましても、新規制基準への適合性は、リスクがゼロであるということを保証するものではなく、100% の安全を保証するものでもございません。原子力規制委員会としては、リスクを決してゼロにはならないという認識のもと、残されたリスクを低減させるべく、継続的な規制の改善に努めることが使命であり、責任であると考えています。奥田文雄君。このような過酷事故が起こって、動かすことが前提ということ自体がもう考えられないんです。本当に言葉が見つかりません。もうまだ他にもいろいろ質問したいことあったんですけれども、時間がちょっと迫ってきましたので、規制委員長ありがとうございました。ご退出いただいて結構です。大臣、責任の取り方もですね、本当は大臣に聞きたかったんです。再稼働が起きて、過酷事故があった場合に、どのような賠償責任、国民1人当たりに、例えば3億円だの、5億円だの、10億円だの、賠償金払う覚悟があるのか、それぐらいの覚悟があって再稼働しているのかとか、そういうことも聞きたかったんですけど、もうちょっと時間がないので、一つちょっと聞いてもらいたいことがあるんです、大臣に。私ね、今、佐賀県にある玄海原発の30キロ圏内の福岡県糸島市に住んでいるんです。2017年3月に糸島市で玄海原発再稼働の住民説明会があったんです。当時中学1年生の息子から、ひとたび事故が起きたら国民の命が脅かされるのになんで再稼働するのか、子供にでも分かるように答えてほしいって聞いてきてって言われたので、必死に質問の手を挙げて、やっとさせてもらって聞いたんですよ。そしたらその時、九州電力取締役の山本春義さんの説明で、これ耳を疑う内容で、かつ非常に正直な答えいただいたんですね。原発が止まってからその間、他の電力会社から買って病院や学校に電気をお届けするという悔しい思いもしたが、今ようやく仙台原発も再稼働させ、事故前と同じ他社ではなく原発の再稼働で九州電力から電気をお届けすることができるようになるんです。ぜひ息子さんにもご理解いただけたらとお伝えくださいって、これを息子に伝えましたら、よく分かったよって、僕たちの命が脅かされるよりも金儲けしたいってことだねって言ったんです。中学1年生です。大人のやることなすことをしっかり見てます。今日も未来世代の子どもたちが傍聴に来てますが、今日の答弁の矛盾点、ごまかした点、煙にまき散らかした点、すべて見て聞いてます。こんなもうあんな事故が起きたらどの原発も動かしちゃいけない、そんなの子どもにでもこれ分かることなんです。でも皆さんの基準は何よりも動かすための基準、狂ってます。国民に、そして子どもたちに安心して暮らしてもらえるように最大限努めるのが政府の仕事です。だから再稼働はしちゃダメなんです。今すぐ禁止しなきゃいけない。今すぐ廃炉です。これがれいわ新選組の政策の一つです。そして規制委員会の仕事は本来再稼働のためではなく、安全に廃炉にするためです。当たり前のことです。原子力規制法は本当に国民を、子どもを守るためにあるんでしょうか。これ以上子どもをごまかし続けて恥ずかしくないですか。これ以上子どもたちの未来脅かし続けて、大臣、大人として恥ずかしくないですか。午前中の串田議員とのやり取りの中で、大臣は、私たちの暮らしはさまざまな生物やそれらがつながり合う自然の恵みの中に支えられていますと答弁されていました。大臣、少しでも人の心があるのであれば、一機残らず、すべての原発をまず止めてください。お願いします。時間になりました。れいわ新選組は政治の根幹である子どもを守るために、政治家や規制委員会の悲しすぎる、愚かすぎるごまかしや二枚舌、国会の外にいる主権者、子どもたちに一人でも多く気づいてもらうために、これからも徹底的に追及していきます。終わります。ありがとうございました。奥田議員の熱意が伝わってきましたね。現在の日本の主な電力は火力発電となっています。もし火力発電で事故が起きた場合、事故の規模にもよりますが、設備の破損や火災などが主であり、放射性物質の広範囲な拡散のような被害は想定されないと言われております。これから原発を再稼働するにあたって、万が一原発で大きな事故があった場合、国民の負担はさらに増えるのではないでしょうか。この問題もいろんな考えがあると思います。ぜひコメント欄を活用して考えを教えてください。チャンネル登録をしていただき、次の動画をお待ちください。
あと、高評価もお願いします。